もし今頭の中で考え事が止まらないなら、少しだけ試してみてください。ただ意識を上へ、そして下へ。それだけ。不思議なことに人の脳は上下という動きだけで思考の流れが静まり始めます。なぜそんなことが起きるのでしょうか？今日はエレベーター呼吸で起きている脳と神経の仕組みをネドシュンさんの視点と体験と科学、両方の視点から解説していきます。この動画の後半では多くの人が思考を止めようとしなくても止まる瞬間を体験します。エレベーターの床が上下するイメージをすると、少しだけ頭の中の静けさを感じた方がいるかもしれません。けれど同時に、本当にこれでいいの？ただ上下しているだけでは？そんな風に思考が戻ってくる人も多いと思います。それはとても自然な反応です。なぜなら私たちの脳は長い間、考えることを中心に世界を処理してきたからです。問題があれば考える。不安があれば分析する。答えは頭の中にある。そう学習してきました。でも実は脳にはもう一つの処理モードがあります。それが感覚を通して世界を受け取る回路です。ここでネドジュンさん提唱のエレベーター呼吸について簡単にご説明します。この呼吸法は意識を頭からお腹へ下ろす効果があり、やり方はお腹の内側に丸い床が上下するところをイメージするものです。エレベーター呼吸と他の呼吸法との違いは、呼吸を整えることよりも、意識の焦点を上下に動かすことで、脳の使う回路そのものを切り替えていく点にあります。ここで少し観察してみましょう。今頭の中で考えようとしながら、同時に体の内側で丸い床が上下するイメージを感じ続けることはできるでしょうか？多くの場合、どちらかが弱くなります。脳の中では思考ネットワークと感覚ネットワークが同時に強く働きにくい構造になっているからです。つまり、上下を感じるというとてもシンプルな動きが思考の回路へのエネルギーを自然に弱めていくのです。そしてここから今日の本題に入っていきます。なぜ上下という方向性だけで脳のモードが切り替わるのか、エレベーター呼吸の中で実際に神経では何が起きているのか、神経科学の視点からゆっくり紐解いていきましょう。ではここからなぜ上下というとても単純な動きで思考が静まり始めるのかを見ていきましょう。私たちが普段考え続けているとき、脳では主にあるネットワークが働いています。それは自分について考える回路。過去を思い出し、未来を想像し、評価し、比較する。いわば頭の中の解説者のような働きです。この回路が強く動いているとき、注意はほとんど頭の中の世界にあります。体は後ろへ尻のき、感覚の信号は弱くなります。ところが、上下を感じ始めた瞬間、脳の優先順位が変わります。なぜなら、上下という情報は脳にとってとても原始的で重要な信号だからです。私たちは常に重力の中でバランスを取りながら生きています。立つ、座る、歩く。そのすべてで、体は今自分がどの高さにいるのかを測り続けています。この高さの感覚は耳の奥にある平衡感覚や筋肉、内臓からの信号を通して脳幹へ直接届きます。ここが重要です。脳幹は思考よりも先に働く場所。生命維持や自律神経を司る、いわば基礎システムです。つまり、上下を感じるという行為は、思考の階層を飛び越えて直接体の神経ネットワークを起動させます。ここで起きるのが、
ネドジュンさんが言う、意識が頭からお腹へ降りるという現象です。意識を無理に下げるのではなく、体側の信号が強くなり、脳の主導権が自然に移る。その結果として、思考の回路のエネルギーが一時的に減っていきます。少しイメージしてみてください。頭の中の会議室でたくさんの声が話している状態。そこへ床がゆっくり上下し始める。すると参加者は議論よりも先に体の感覚に注意を向けます。会話は止めようとしなくても自然に静かになります。エレベーター呼吸で起きているのはまさにこれです。呼吸そのものが特別というより、上下という動きが周囲の居場所を頭から体へ移動させているのです。そしてもう一つ、上下運動には重要な神経的特徴があります。それは予測しにくい微細な変化を生むこと。思考は言葉や意味を扱うのが得意です。でも、高さの変化、中心の移動、内部の揺れ、こうした情報は言葉に変換しにくい。だから思考はここに長く居続けられません。結果として言語的な処理が静まり、感覚的な処理が前面に出てきます。これが直感回路が働き始める入り口です。つまり、上下に注意を向けるということは、思考を止めようとする行為ではなく、思考が居場所を失う環境を作ることなんです。ここまでで少し理解が変わってきたかもしれません。エレベーター呼吸は集中する練習、リラックスする技術というより、脳の使用モードを切り替える操作なのかもしれません。では次に、なぜこの動きが自律神経や安心感と深く関係するのか、そしてなぜ続けるほど直感が現れやすくなるのかを見ていきましょう。ここからは、なぜ上下の感覚が安心感や直感とつながるのかを見ていきましょう。私たちの体には常に状態を監視している神経システムがあります。それが自律神経です。自律神経はリラックスするための装置というより、本来の役割は安全か危険かを判断することです。そしてこの判断は思考ではなく体の信号によって行われます。例えば、誰かに大丈夫と言われても体が緊張していれば安心できません。逆に理由がなくても体が緩むと自然に安心を感じます。つまり安心とは考えて作るものではなく、神経が判断した結果なんです。ここでエレベーター呼吸の上下のイメージが関わってきます。上下に動く感覚は体の中心軸、つまり背骨周りの感覚を優しく刺激します。背骨の周囲には内臓の状態を脳へ伝える重要な神経の通り道があります。呼吸による微細な上下はこのルートを通じて、今体は動いている、環境に適応しているという信号を送ります。この信号は脳にとってとても重要な意味を持ちます。それは生き延びている状態のリズムだからです。危険な時、体は固まります。動きは止まり、呼吸は浅くなります。逆に小さくても自然な揺れやリズムがあるとき、神経はこう判断します。今は安全そうだ。エレベーター呼吸は無理にリラックスしようとせず、体に安全の証拠を与え続ける方法なんです。ここで重要なのは深い呼吸ではなく、強い集中でもありません。上下の動き。この動きが神経にとっては理想的です。なぜなら神経系は強い刺激より予測できる小さな変化を安全と認識するからです。続けていくと脳の中である変化が起き始めます。これまで主導権を握っていた思考中心のネットワークが少し静まり、代わりに身体感覚を扱うネットワークが前に出てきます。すると判断が変わります。考えて答えを出す前に、なんとなくわかる、
自然に選べるという感覚が現れ始めます。これが直感の初期状態です。直感は特別な能力というより、体と脳の情報が同時に統合されている状態です。思考だけが働いているとき、情報は頭の中に閉じます。でも体の信号が参加すると、処理できる情報量が一気に増えます。その結果、言葉になる前の理解が生まれる。これを私たちは直感として感じます。ネドジュンさんが言う、意識がお腹へ降りるという表現は、神経科学的に見ると、注意の中心が身体内部の感覚ネットワークへ移行するプロセスとも言えます。つまりエレベーター呼吸は直感を作るのではなく、直感が働ける神経状態へ戻しているんです。ネドジュンさんはエレベーターの床を喉元からお腹の底まで、体の内側の皮膚をずりずりと吸いながら動き、そしてできればお腹の底でドンと着地するイメージをするとおっしゃっています。このイメージには神経科学的な意味として、私たちの体には内側の状態を感じる感覚があります。これを内受容感覚と呼びます。喉、胸、横隔膜、腸。これらはすべて迷走神経を通じて脳幹へ直接つながっています。つまり、エレベーターが通るルートそのものが自律神経の幹線道路なんです。上下に動くイメージをすると、脳は実際の運動と似た信号を生成します。脳にとって想像された身体感覚も本物の入力として処理されます。その結果、脳幹が活性化し、注意の中心が思考領域から身体内部へ移動します。ここで思考は止められたのではありません。優先順位を失ったんです。ネトジョンさんが語るお腹の底でドン。これはお腹の奥には聴神経系があります。第二の脳。ネトジョンさんの表現でいう負脳と呼ばれる場所です。ここへ注意が到達すると体の重心感覚が変わります。頭中心だった自己感覚が体中心へ移動します。この時起こる変化は3つ。姿勢の制御が安定し、呼吸が自動化して、思考監視が弱まる。つまり考えて保つ自分から存在している自分へ切り替わる。ドンというイメージには神経にここが基準だと教える動作なんです。基準点ができると脳は探索をやめます。探索が止まると思考も静かになります。ここで少しだけ体験してみましょう。この後人によっては頭の位置が少し遠く感じられるかもしれません。無理に集中する必要はありません。ただ想像します。体の中に丸いエレベーターの床があります。呼吸とともにゆっくり降りていきます。そしてお腹の底でトン。呼吸に合わせてスーッと上がり、喉元まで。呼吸して、スーッと下がり、お腹の底まで。もし思考が出ても、ただその思考に気づき、そして再び上下の動きに戻ります。続けていると、ある変化が起き始めます。思考が静かになると、考えようとする前に分かってしまう感覚。選ぼうとする前に
方向が決まっている感覚。これは思考が静まったことで体全体の情報が統合され始めた状態です。脳だけでは処理できなかった情報が身体ネットワークと合流する。その結果、答えが言葉になる前に現れます。直感が働く位置へ意識を戻す技術です。そして実は、ここからが日常で一番大切な部分になります。思考が止まるのは努力の結果ではありません。上下というとても原始的な動きが意識を頭から体へ戻した結果です。喉からお腹へ、内側を通り、そこに触れる。そしてまた戻る。この往復の中で神経は学びます。ここにいても安全だと。急ぐ必要はありません。深く入る必要もありません。ただ、上がったり、下がったり、その繰り返しが静けさを育てていきます。今日の練習はそれで十分です。それではまた次の実践でお会いしましょう。